皆さんこんにちは、フジロクです。今回はチュロドッグを作っていきましょう。チュロドッグというのは今韓国で大人気のチュロスとホットドッグが一緒になったものを言います。見た目は可愛くてさらに味も美味しいのですが、作るのが少し難しいです。今日は丁寧に解説していきますので、ぜひノートを取りながらご覧ください。まずはじめに材料を計量していきましょう。お菓子作りで一番大事なのは計量になります。計量器を持っていないのにお菓子を作るということはかなり無謀です。どれぐらい無謀かというと、メイクをするのに鏡を見ない、それぐらいですね。絶対にできないと言っても過言ではありません。よほどの経験値がない限り、計量器なしでお菓子を作るということはほぼできませんので、必ず計量器を使って材料を測ってから作るようにしましょう。そしてもう一つ大事なのが材料を勝手に変えないということです。バターと書かれているのに勝手にマーガリンに変えてしまったり、お水と書かれているのに美味しそうだからという理由で水を牛乳に変えてしまったり、材料を変えてしまうと失敗につながります。絶対に失敗したくないのであれば、必ず材料は変えずに作るようにしてください。お菓子作りは科学の実験と同じと思ってください。数式が全部決まっていて、一つの数字が狂ってしまうと全体が狂ってしまいます。一つも間違えずに計量する。材料も同じものを揃える。ここさえしっかり守っていれば 90% 以上は成功します。以上をまとめますと、材料を必ず 1g 単位で計量すること、そして材料を勝手に変えないこと、この2つを守れば美味しくできますので、皆さん必ずルールを守って取り掛かるようにしてください。それでは材料が計量できたところでソーセージを準備していきましょう。今回使用するソーセージはこちら、徳島県のリーベフラウさんのソーセージです。こちらのソーセージは無添加でとっても美味しいので、こだわりのチュロドッグを作りたいという方は概要欄をチェックしてみてください。概要欄から購入することができます。そして表面の水分をキッチンペーパーできれいに拭き取っていきましょう。続いてソーセージに竹串を刺していくのですが、その前にお鍋に竹串が入るかどうかをチェックしてください。竹串が入らない、もしくはギリギリであるという場合はですね、竹串をこのように折ってしまいましょう。そしてちゃんとこのようにすっぽり入るぐらいの大きさになればソーセージに刺していきます。竹串を刺す時のポイントですが、ソーセージをこのように指でまっすぐにしてから刺すようにしましょう。ソーセージそのままだとちょっと曲がってしまっています。竹串が出てきてしまうかもしれません。なので左手でソーセージをまっすぐにしてから竹串で刺していきます。こちらは同じリーベフラウさんのソーセージなのですが、チーズ入りのソーセージになっています。小さな分は竹串ではなく爪楊枝を刺すようにしてください。続いてお鍋の中に揚げ油を入れていきましょう。私が使用している油は米油になります。米油じゃなくてもサラダ油とかでもいいのですが、必ずたっぷり入れるようにしてください。量が少ないと生地と油が混ざってしまってドロドロのチュロドッグになってしまいます。油はお鍋の半分以上加えるようにしてください。すべての準備が整ったら生地作りをしていきましょう。お鍋の中にバターとお水を入れて火にかけて沸騰させていきます。沸騰したら火を止めて、この中にふるっておいた薄力粉を一気に加えて混ぜ合わせていきます。混ぜるときは木べらで混ぜるようにしてください。泡立て器では中が詰まってしまいます。そしてゴムベラは少ししなってしまって力が逃げてしまうので、木べらで混ぜ合わせるのが一番効率がいいと思います。初めの方は粉っぽいのですが、だんだん混ぜているとこのようにツヤが出て見た目がスイートポテトのような生地になります。ちゃんとこのようにまとまれば卵を加えていきましょう。卵は3回に分けて加えていきます。
卵を入れて混ぜるときも必ず木べらで混ぜるようにしてください。最初の方はなかなかきれいに混ざらないのですが、ちゃんとぐるぐる混ぜているとしっかりつながってきます。生地がつながって卵の水分がなくなってきたら2回目の卵を加えてさらに混ぜ合わせていきます。仕上げはゴムベラで混ぜていきましょう。混ぜムラがないか確認して生地がきれいにまとまれば完成です。続いて絞り袋の中に口金をセットしていきます。絞り袋は布製のものを使っているのですが、ない場合はビニールの絞り袋でも構いません。口金はできるだけこちら、はい、両方ちょっと違うのがわかりますか？口金のひだが少ない方が絞りやすいです。チュロスはひだが多いとちょっと絞るのに力がかかってしまいますので、ひだが少ないこちらの星型の口金を使っていきましょう。そして絞り袋の中に生地を入れるときはこのようにコップに絞り袋をセットすると生地が入れやすいです。そして絞り袋の正しい持ち方ですが、このように人差し指と親指でまず挟んでください。挟んだら絞り袋をねじっていきましょう。ピンと張った状態が基本の持ち方になります。絞るときは親指ではなく、この残りの4本指をぐっと力を入れると生地が出てきます。それではソーセージにチュロスの生地を巻きつけていきましょう。このように巻きつけるときはソーセージを回転させながら絞るようにしてください。簡単そうに見えますが実際はかなり難しいです。何が難しいかというと、最後の方ですね。最初は綺麗に絞れていても、後半はちょっとプチッとちぎれてしまうことが多いです。力加減を最初から最後まで一気に絞り出すっていうのが難しいので、もしよかったらですね、皆さんもう一つの絞り方紹介しますので、そちらでやってみても構いません。もう一つの絞り方は、ソーセージを置いた状態で絞るというやり方です。ソーセージを囲むようにして生地を左から右に絞っていきます。この時、ソーセージが動かないように爪楊枝もしくは竹串を指で押さえるようにしてください。ソーセージが隠れるように生地が絞れたら、こちらの生地を指で後ろの方に寄せてつまんでいきます。見た目は絞ってるように見えますよね。しかし表面だけ絞っていて、後ろの方はですね、指でつまんでるので、ちょっとひだがないんですけども、食べる人は多分ここまで見てないと思うので、写真でね、撮る分だけ綺麗に写ってたらいいという方は、このような絞り方でも構いません。すべてのチュロドッグがきれいに絞れてから油で揚げるようにしましょう。油の温度は180度です。このように竹串を入れてみてシュワシュワと泡が出てきたら180度のサインになります。そして揚げ物をするときは必ず部屋の換気をしてから揚げるようにしてください。このように美味しそうなきつね色になれば完成です。取り出していきましょう。そしてチュロドッグはですね、このように表面にグラニュー糖をたっぷりまぶしていきます。チュロスなのでね、お砂糖をまぶして食べるのですが、中のソーセージにしっかり塩分が入っているので、お砂糖はそんなに気になりませんでした。甘じょっぱくて美味しいし、砂糖がない方がなんか違和感があると思うので、ちょっと最初は、お砂糖嫌だなって思うかもしれないんですけど、試しにお砂糖をかけてみてください。すごく美味しかったです。それでは仕上げにケチャップとマスタードをかけていきましょう。チュロドッグは揚げたてが一番美味しいので、必ず作ったらすぐに食べるようにしてください。何本もできてしまうので、私も作ったやつをですね、持ち帰ってみたのですが、やっぱり揚げたてよりは味が落ちてしまいました。なので、作ったらすぐ食べるようにしてください。そしてもう一つはウスターソースをたっぷりとかけていきたいと思います。
こちらのウスターソースは保存料や化学調味料が入っていない無添加のウスターソースで、しかも有機の野菜や果物で作られています。体に優しいものだけでできているのにめちゃくちゃ美味しいんですね。私もロクキッチンの教室始まってもう10年ぐらいなんですけど、ずっとお世話になっています。すごく美味しいので、今回はこちらをかけていきたいと思います。ケチャップとマスタードももちろん美味しいのですが、やはりですね、この野菜の旨味がギュッとなっているこちらのウスターソースはすごくまとまりが出て美味しかったです。スタッフもみんな食べたんですけど、みんなウスター派でした。ぜひね、チュロドッグ作ったらウスターソースで食べてみてください。はい。ということで、今回の動画は以上になります。最後まで見ていただいた皆さんありがとうございました。面白いためになったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。